あ、いいとこカット。よし、行くぞ。このまま。うわっ、うっそー、うわー、くそー。今回はボートから、大阪湾神戸エリアのビッグベイトシーバスゲームをお届けしたいと思います。でボートからの、ビッグベイトというとこの白パターンが有名ですけども、大阪湾は一味違って、これぐらいのカタクチイワシがメインベイトになります。うわ、出てる出てる。ここなんで食わへん。サイズが合ってないんか。そんなルアーよりも小さなベイトを捕食する、シーバスに対してどのようにビッグベイトでアプローチしていくのか、そしてこの夏に発売された、スイムベイト P を使いながら、特性の解説も、織り交ぜつつ実調していけたらなと思います。します。でかい。これぞ大阪湾の、ビッグベイトスタイルと言えるようなゲーム展開をお届けできたらなと思いますので、よろしくお願いします。お、やばっ、よっしゃ、頼む、お願い、いけるやろ。よっしゃー、よし、あー、しんどっ。機能があるから。ありがとう。よし、空が綺麗すぎる。じゃあお願いします。しゃー、いやー楽しみ。お願いします。大阪湾のビッグベイトシーバスシーンなんですけど、ボートってなると、なかなかメインってなってるベイトがやっぱり大阪はイワシがメインのことが多いです。で例えば、ボートっていうとこの白パターンが有名だと思うんですけど、大阪のボートでこの白がメインベイトになっていることってそうめったにないので、だいたいイナッコかイワシかみたいなのを追っかけていくような釣りになります。結構マリーナから出て本当10分もしないぐらいで1つ目のポイントがあって、本当もうこの神戸の街を見ながら釣りができるっていうこのロケーションがすごく僕は好きで、気持ちがいいです。やろうか、とりあえず。OK。うん。よっしゃ。ほなお願いします。1投目とかあるから怖いよ。先発アーマージョイント 190SF でやばいな血のやったわ今。リブない。レンジ入れてみようか。ヤバせいっとこうか、そこの。うん。はい。うん、ちょっと移動しましょう。ロケっぽくなってきた。なんで
タイニーのショートリップを曲げたやつ、これでいってみます。うわ、まだ夜めっちゃでかい怖っ。マダイやった。70ぐらいあったと思うシーバスやっとでもちょっと深いな。深かった今。ちょっとリップ潜る方に入れ替えました。サイズ目測65ぐらい。ウィードから出てきた。あー、チヌのチェイスこの見えてるやつを見せたいよななんかでも生命感はあるな。え、ちゃう？ウィードか。あ、シーバスやった。うん、ついてきてた。でも50ぐらいやったね。いけるぞ。こっちにおるんや、ウィードが。ウィードやろ。チヌでかいよっしゃチヌですけど大きい。このチヌたちもね、カタクチイワシを狙って、テトラの際とかで待ってるんで反応いいですね。ちょうどウィードに当てたらぐらいやったから、ほんまにウィードかと思った。バイバイ。でかいよなこの子よっしゃ、ちょっと希望が出てきた。シーバスのチェイスもあったし、なんか急に生命感がこの辺で。このスイムベイト P、SMP の色なんですけど、ダークグレーではあるんですけど、意外とこの、太陽が、照ってる時間でもすごい見やすい色です。意外と思われるかと思うんですけど、かなり見えますね。で例えば白だったり黄色だと結構逆に光で飛んじゃって見にくいんですけど、しっかりこう糸のシルエットが見えるので、どこをルアーが通ってくるかっていう確認をこのラインでしながらトレースコースを決めていくっていうような感じで使ってます。はい、ちょっとここはバースの中表層で誘い出しやってみたいと思います。たっぷり映ってる。ねえ、このルアー移動距離少なくネチれるから、こういうバースとかやりやすい。浮かび上がってくるまでの時間稼ぎたいんで。普通の釣りやったら出るんかどうかちょっと気になってきた。ちょっとスタンダードサイズのルアーでやってみます。んで
いろいろまた確認しながらビッグベイトにつなげます。映ってるなんか。はい。朝ビッグベイトで狙いのポイントやって、チェイスはあったんですけど、バイトに至らなかったんで、そこからちょっとあまりにも反応がないからスタンダードサイズのルアーでもやってるんですけど、ちょっと反応ないんで、ビッグベイトだから釣れてないっていうよりは明らかこのエリアが、違うのかなっていうような、イメージです。なのでちょっとこれから乱岸して、シーバスがいるエリアを探していくっていう釣りに切り替える、そんな感じでやっていきたいと思います。うわー、あれ赤潮やんね。荒牧さんが今季最大の赤潮ですって言ってたなあ。うわー、やばいなこれ。いや本当大阪湾はね、風向き一つで死の水がぐるぐる回ってくるんで、昨日良かったって言った次の日が全然ダメになること本当によくあるから、毎日本当日替わりでポイントも変わっていくんで、結構このスリルが楽しいです。釣る方は辛いけど、どっか絶対あるはずなんだよな、シーバスが食うところが。食った。よっしゃ。シーバスや。サイズ良さそう。あー、抜けた。いやでもいけるいける。食った食った。うっかり80あったかもな。よし。またでかいんちゃうこれ。分からん、かかりどころかもしれんけど、かかりどころやな。めっちゃ元気やな。お願い。よっしゃー。太っ。ようやく1匹目なんとか釣れてくれました。さっきもちょっとバラしちゃったんですけど、同じサルベージソリッドの 85ES で沈めずにそのままトレースしてきて1投目で食ったんで、結構まだ他にもおるんじゃないかなっていうぐらいいい反応してくれたと思います。なんかお腹もいっぱいパンパンやし、結構餌食ってそう。よっしゃ、いけるかな。元気。よっしゃー。ケイ。なんとかなんとか取れたなおりそうやねこれ。もうちょっと反応を見てタイニーとか入れてみようかな。さっき2回かけたのも、カウントダウンせずに、もう着水からバーって巻いてきてバイトあったんで、もしかしたらこの辺でもいけそうな気がするんで、タイニークラッシュのヤバセリップで行ってみます。
ゃうんか。こういうことや。そうか。ちゃんとルアー選んでるな。はい、いけるやろ。はい、あざーす。また魚や。よいしょ。はい、一応2匹目出ました。タイニークラッシュから入れたら食うんかなと思いきや、結構3頭ぐらいした後に確認でサルベージ入れたら食ったんで、やっぱり食いたいものがはっきりしててより好みしてるんやなっていう、はい、これがシーバスやなっていうリアルを突きつけられたような1匹です。やっぱりビッグベイトだけではね、魚がいるかどうかわからないんで、こういうフォローベイト入れながら、どんな状態の魚がいるかとか、そういうのを把握しながら次どうしていくのかっていうのを考えるきっかけに、やっぱりこういうルアーも入れていった方がいいなと思います。フォローベイトまでしっかり入れていくっていう意味は、坊主逃れとも、取られるかもしれないんですけど、それだけじゃなくて、やっぱり、特にボートって1回行ってまた明日も行くってなかなか難しいじゃないですか。なんでその日のうちに、できるだけその海の状況を把握するためには、やっぱり、例えばそのビッグベイトやってて反応ないってなったら、ここに魚が本当にいるのかわからないから、次に進むためにやっぱり、魚を触りながら、じゃあどういう風なアプローチでビッグベイトへ釣っていこうかって考えるためには、やっぱりいろいろ投げないと、そこには迫れないのかなと思うので、その日の状況を、把握していくためにいろんなルアーを入れながら、自分の釣りたい釣りにつなげていくっていうのが、スイムベイトシーバススタイルなのかなと、自分の中では思ってます。で、そういった意味でこの3号っていう太さが2オンスぐらいのビッグベイトからフォローで使うような、15g、20g のバイブレーションやミノまで使えるので、自分の中ではすごく気に入っています。魚の居場所は鳥に聞けっつって、ほんまに分かってるな。揚げで明らか水きれいになりますね。朝はこの水が残ってるんやろね、やっぱりね。夜の間にもう一回下げてまた上げて、その状態でイワシが入ったらもうドーンやね。多分釣るなら中なんだけどね、けどもうちょっと明日の夕方あっちでやりきるためにこっちもやりきっといてないっていうのを確証を持って夕方あっちでやりきる。大阪湾のビッグベイトシーバスの魅力なんですけど、やっぱりこういわゆるその大きなベイトのパターンっていうのがあんまりなくて、本当時々局所的にマイワシだったりとかこの白が入って釣れる時もあるんだけど、やっぱりほとんどの多くは、カタクチイワシだったりイナコをメインに組み立てていくんで、どうしてもこうオープンのドテラの流しの釣りみたいなのがなかなか成立しにくいのが、実情です。でそこでこういうストラクチャーとかを丁寧に打っていきながら釣っていくっていうのがどうしてもメインになってて、ただでもそれはそれで、大阪湾ならではのスタイルがちょっとできつつあるのかなと思ってます。なのでこうキャストの精度だったりとか、
細かい、ラインメンディングだったりとか、本当にそういうところを気遣いながらやっていく。で、できる人が結構釣れるようになってきてるんで、まだまだこれからも、本当に例えばポイントごとにタイミングもあるから、開拓されきってないタイミングだったりパターンもあると思うんで、まだそのやりがいがあるっていう、そこが僕のまだ、続けていきたい魅力ですね。ありがとうございました。また明日もお願いします。昨日のまとめとして、もう完全に赤潮の影響で、狙いのシャローレンジでの釣りがほぼ崩壊しちゃったなっていう感じでした。で、イワシの群れも、想定してた場所には全くいなくて、で湾内の方には、ある程度固まってる。で、そういうところで、ビッグベイトも投げたんだけど、ちょっとレンジを落とすようなバイブレーションとかをやると、一撃で釣れたりとかっていうのはあったんで、ああいう魚を今日どうやって、食わせるかっていうのを試しつつ、もしかしたらまた今日もね、シーバスの居場所変わってるかもしれないんで、また、魚を探すところからになるとは思います。はい。ちょっとまだ夜が明けきってないんですけど、もう投げていってみたいと思います。ちょっと魚探見ていい？こっちは映ってんですか？うん。ちょっとやばせしてみるわ。お、出てる出てる出てる、水面出てる。ここのヨレで出てる。あ、出てるわ、出てる。もうちょっと前ちょっと待ってよ。うわ、出てる。ここちょっと待ってよ。なんで食わへん。サイズが合ってないんか。うわ、当たった。多分今のバイトやろ。なんかでもあれやな、疑ってる感じやな。ドーンじゃなかった。トゥンみたいな。めっちゃ見切ってんやろな、これ下で。なんか時々ルアーがふわってされるの分かんねえ。おる。いや、見切ってる下で。だから乗らへんねやわ。うわー、もうそこやん。うわー、めっちゃイワシに当たってる。くっそー。かかったやつもなんか40ぐらいやったもんね。よっしゃ。頼む。頼むぞ。嫌やな、この時間が一番嫌や。ゆっくりやろう。ゆっくりやるな。絶対変なとこかかってるこれ。勝手に浮いてくるやろ。
あ、いいとこカット。よし、行くぞ。このまま。うわっ、うっそー、うわー、くそー、あかんわ。張り替えるわ。ちょっと信用できん。手震えてる。なんで割れるかね。このテトラから出してこな食わんな、やっぱり。あ、やってる。くた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 。うわ、またなんかリア一本やった。頼む。浮いてきたで。強っ。頼む、お願い。いけるやろ。よっしゃー。よし。あー、しんどい。機能があるから。ありがとう。よし。あ、しんどいって。バラした時腰抜けそうやって俺。めっちゃ腰痛かって。あー、水入れたろ。よっしゃー。もう何、結構ねショートバイトがあって、やっぱりイワシとサイズが合ってないからなのか、もうほんとトゥンみたいなのが何回かあって、でその後かかったやつもまあまあいいサイズやったけど、でやっぱりテトラにルアー入れてそっから出してくるコースやと本気で食ってくれるみたいで、やっぱこうシーバスからルアーが見えたり隠れたりするんだろうなっていうところで、ちょっとスイッチが完全に入るで深いバイトが出るっていうようなイメージです。まあ言ってもベイトは12センチぐらいのカタクチイワシなんで、ルアーとはねどうしてもサイズ感が違うんで、シーバスもショートバイトにはなってしまうんだけども、やっぱりオープンだとショートバイトになるのがテトラの際と、あと多分テトラ周りにウイードも生えてるんで、その間をこう通ってくるとシーバスも多分こうちゃんと見られへんねやろねうっかり間違っちゃうっていう、まあそういうビッグベイトでのシーバスの釣り方が、お見せすることができたんじゃないかなと思います。もう背びれも完璧。12345、5本目が長い人やいいっすね。なんかやっぱりこう色が金色というか、イワシ食うとこういう色になるのか、ウイードに入ってるからこうなるのかちょっと分かんないんですけど、もうほんとこのパターンで釣れるシーバスっていう感じですね。すげえかっこいいな。この側線のキラキラが好きなんですよ。この角度で分かります？はあ。じゃあね、いけるか。ありがとう。はあ、空が綺麗すぎるいやマスありがとう。
マジありがとう。うっあーなんかザブってて結構いい感じやけどね、釣れそうやけどな。そうですね。で、まあさっき前田さんにも言われたんですけど、まあなんでまっすーはビッグベイトに興味を持ってくれたんやっていうまあところなんですけども、まあそれもまあやっぱり僕自身も前田さんの影響っていうのもあるんですけど、ルアーフィッシングの楽しさっていうのは、まあこれはあくまでも自分なんですけども、確かにまあサイズを釣れたら嬉しいし、数釣れたら、まあ、それはそれですごい楽しいんですけども、やっぱりその1匹釣るまでの過程っていうのを、まあ、僕はそこにすごい、重きを置くタイプの人間なんかなっていうのを、まあ、この業界に入って自分自身で気づいて、やっぱこう誰かが心込めて作ったルアーとかでいろんなルアーで釣れるで、お客さんとかでも自分はこのルアーで釣りたいとかビッグベイトで釣ってみたいっていうその過程を楽しむ、このルアーで釣るっていう楽しみっていうところに、まあ、すごい僕も共感したっていう部分が、ありますので、まあ、本当その一つとしてこの、まあ、ビッグベイトっていうのも素直に、かっこいいなと思って、でなかなか大阪湾で、出すのは厳しいって言われるんですけども、やっぱそれの分このルアーで釣ったんやでビッグベイトで釣ったんやっていう時のお客さんの、まあ、顔とかその感動した姿っていうのが本当、まあ、自分も嬉しいですし、やっぱり、そういうところですかね。こうビッグベイトをやって、いただくことがすごい自分も嬉しくなったきっかけ、はい、ですね。はい。意外となんもねえっすね。チェイスぐらいあるかなと思ったけど。じゃあ一旦これで午前中の釣りを終わりにして、最後また夕方スタートでお願いします。ありがとう。あーし。うん。これ本当見やすいよな、なんか不思議なもんで、チャートとかピンクが見やすいかと思いきや、SMP のこのキャストした後に糸がスプールから絶対浮かないっていうところがすごい僕の好きな、一番使ってて気持ちがいい。今回の調光で1回もバックラッシュしてないんですけど、やっぱり糸がしなやかだからスプールに残ってくれようとするんで糸が浮かない。だからバックラッシュしないし、バックラッシュしないってことは、高切れしない。でさっき朝、例えばボイル打とうとしてこう慌ててる時って一番バックラッシュしやすいと思うんですけど、そんな時でも一つもバックラッシュしなかったんで。まあバックラッシュしなくても投げた後にスプールからちょっと糸が浮くの気持ち悪いじゃないですか。あれを直すがためにせっかく際に入ったのにあーとか言ってこうやってやるともう何センチか無駄にしてるし、まあそういうことが本当に少ないのがこの糸のいいところですね。こんなとこに入れてここからペロって出る瞬間ドン、なんか席の上に落としてペロって落としてくるぐらいの感じよで、なんか落ち込みで待ってるしいます。
じゃあスイムベイトの定義って何って思うかと思うんですけど、やっぱりねルアーは動かすんじゃなくて泳がすものだからスイムベイトっていう名前にしたんじゃないかなって思います。泳がしてるからなこれ今巻いてるんじゃないこれ泳がしてんだこれ俺は今ルアーを泳がしている。そのつもりで巻くとやっぱちょっと丁寧になるかもね気持ちが。そう自分のマインドの持っていきようやけど泳がそうと思って巻くのとただ巻くのとでは多分違いますよね絶対。おやばい、あれは無理だわ、どうしようもないけど食ったねかっこよかったなすごい。バレる瞬間とかいいよな、ルアーがポロって外れるのニヤニヤしてしまうわずっと。何の躊躇もなく食ってきとったよねあんなの。入れてチャポンぐるぐるゴーンみたいなそんなとこはあ、いやなんかめちゃくちゃ楽しかった。もうこの流しめっちゃ楽しいあー、お疲れ様でした。あ、ちょうど太陽も入った。本当や。いややったっすね。やりましたね。やりきった。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやありがとうございました。本当に初日はちょっとどうなるかっていうぐらい結構赤潮がひどくて、水も悪いしで期待してたイワシもないみたいな感じでどうなるかと思ったんですけど、2日目の朝結構、マリーナに降りた時から水入れ変わってるなっていう感じがしたんで、今日はちょっと期待できるだろうということで、期待通りにちゃんとこう地合いもあって、バラシも多かったんですけど、なんとか1匹、取ることができて本当に良かったです。で、やっぱ今回特に感じたのは本当水、いい水がどこにあってでそこに、イワシがちゃんといてみたいなエリアを見つけれるかどうかなのかなみたいなのが、すごく、痛感したところです。で本当に海は風向き一つでガラッと変わっちゃうんで、本当来たところ勝負ではあるんですけど、こんな釣りが、展開できるので、大阪湾でもぜひ、ビッグベイトをチャレンジされる方が増えてくれると嬉しいなっていう思いで、今回挑みました。で、最後になるんですけど、僕は釣りをしてましたけど、実は増田さんもめちゃくちゃ、今回の釣果には、もう本当にボートシーバスは船長とアングラーの共同作業なんで、いわゆる僕はカーリングみたいやなっていつも思ってるんですけど、増田さんが転がしたやつを僕が前でこうシャカシャカやって決めに行くみたいな。そうだから本当に操船もね完璧に、僕とも長いのもあって僕が好きな距離感だったりとか流し方だったりとかがもう本当に、バディ感めちゃくちゃあった今回の釣果だったんじゃないかなと思います。はい、本当増田さんと始めたこの、開拓も集大成のつもりで挑んで、1匹だったんですけど、結果を残せたことが、一番嬉しいことになりました。ということで、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。頼む、お願い、いけるやろ、よっしゃー、よし、あー空が綺麗すぎるいや